皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日は東と西というキーワードから日本の地域による違いを覗いてみましょう。突然ですが、日本って東と西に分けることができて、実はこの2つは結構仲が悪いってご存知でしょうか？観光で来るとあまり感じないかもしれませんが、実際に日本に住んでいるとお互い結構な悪口を言い合っていたりするんですよね。例えば、関西の人がよく言う悪口は、東京の言葉は女っぽくて気持ち悪いって言ったりとか、東京の人が言う悪口は、関西弁は下品で乱暴だみたいな感じです。私自身も関西の大阪出身なので、大阪弁を喋っていて、怖いって言われたことは何回かあるんですよね。怒っているように感じるみたいですね。ちなみに私の大阪弁はかなりマイルドで、男友達にはえらい上品やなとかお前どこ出身なんエセかとか言われるぐらい、かなりね、優しい大阪弁であることを申し添えておきます。それでもやっぱり怖がられます。でね、私はこれが気になって、最近ね、この本を借りたんですよ。関東人と関西人っていう本ですね。これまだ最後まで読んでないんですが、結構面白くて、これによると、東と西の違いは江戸時代まで遡ることができるらしいです。かなり昔ですね。その頃から東の代表である江戸、今の東京ですね。それと西の代表である上方、今の大阪ですね。この二つっていうのは食べ物から文化、人の気質に至るまで結構大きな違いがあったようです。どういうことかというと、この頃からお互い悪口を言い合っていたということですね。いやー、そんな昔からやり合っているとは思っていなかったので、ちょっとね、面白くて笑ってしまいました。はい。特にね、両者の違いが分かりやすく出ている一つとして、食べ物の味付けがあるらしいです。今でも西は薄口で東は濃い口なんですよね。例えば、うどんのつゆは東は真っ黒で底が見えないぐらい黒いんですけど、西は出汁をね、しっかりとって、透き通ったスープというのが一般的かなと思います。私は今、名古屋に住んでいるんですが、正直ね、しょっぱいって思うことが結構あります。なんでこんなに濃くてしょっぱいんだろうと思っていたんですけど、今日紹介した本を読んで納得しましたね。文化的な背景があるということですよね。名古屋はね、地理的には日本の真ん中なんですけど、人の気質も味付けもどちらかというと東寄りですね。夫はね、美味しそうに外食した時もご飯を食べてるんですが、私はどうやら大阪の薄口の方が合ってるっぽいですね。気質についても大阪は人との距離がかなり近いですね。エレベーターで知らないおじいちゃんとかおばあちゃんに話しかけられることっていうのは、まあまあありますよ。ヘアサロンとか行った時も、結構漫才みたいな、掛け合いをすることは日常茶飯事ですね。でも、東京とか名古屋はもう少し一人一人のパーソナルスペース、こういうフィールドがね、ある感じがしますね。例えば、電車に乗っていても、東京はすごく静かじゃないですか？皆さん乗ったことはあるかな？大阪はね、結構みんなおしゃべりをしていますね。電車一つとっても結構違いがあります。東京は華やかで
常にね、やっぱりトレンドの最先端を言っているので、そういう意味では間違いなく日本のナンバーワンですよね。そういう魅力があると思います。ですが、人によってはもしかしたら孤独を感じるかもしれないですね。逆に規律があっていいって思う人もいるかもしれません。翻って考えてみると、大阪はね、人との距離が近いので、その近さをうざったく感じる人もいるかもしれないなと思います。逆にそれをフレンドリーって感じる人もいるかもしれないですよね。なので、日本に例えば住んでいて、合わないって思った場合、一箇所住んだだけでその判断をするのは、もしかしたら時期尚早かもしれません。地域を変えると、全く違う日本を感じることができますね。東京のスピード感がしんどい人は、大阪が合うかもしれないですし、大阪でもまだ早いって感じる場合は、私の経験だと、広島とか沖縄にも住んだことがありますが、やっぱりこちらの方がゆっくり時間が流れてますね。やっぱりそれぞれ違った県民性と魅力があります。今日は日本の東と西の歴史、そして文化の違いについてお話ししました。皆さんはもし日本に住むなら、東京みたいに整然として距離がある場所か、大阪みたいに少し雑然として人との距離が近い場所、どっちの方が合いそうですか？よければコメント欄で教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。